真のプロフェッショナルとは何かを問いかける本シリーズ全3回のうち今回は第2話です。ここではあなたの決意を周囲からの信頼という何よりも強力な資産に変えるための具体的な技術について解説していきます。覚悟を決める。これはもちろん大事です。しかしそれだけではビジネスは前に進みません。この解説ではその決意をどうやって具体的な信頼へと変えていくのか、成功者たちが実践しているフレームワークを凝縮しました。忙しい方でもわずか5分で明日から使える知識が手に入ります。では最初のポイントです。上司を味方にするお膳立てについて解説します。信頼を築くための第一歩、それは何かというと、まず最も身近な存在である直属の上司との関係を意図的にそして賢く築くこと。ここから全てが始まります。コラムニストの尾藤克之氏は著書の泥のかぶり方の中で上司を味方につけるための具体的な3つのステップを提示しています。まずステップ1が逐一報告。こまめに進捗を伝えることで上司にこの部下は仕事をしっかりコントロールできているなという安心感を与えます。次にステップ2、成果は上司へ。手柄を上司に渡すことでその承認欲求を満たしてあげるのです。そうするとあなたは自分を立ててくれる貴重な存在だと認識されるようになります。そして最後のステップ3が教えてくださいという姿勢です。積極的に相談を持ちかけて相手を頼る姿勢を見せることで心理的に味方につけます。なぜここまで徹底するのか。それはあなたの人事評価を行うのは結局のところ直属の上司だからです。つまりその上司の認識こそがあなたの社内での現実を決定づけてしまうからに他なりません。尾藤克之氏は自分は頑張っていますとか課長から学びたいのですといった直接的なアピールが非常に重要だと述べています。これは単なる仕事の報告とは全く次元が違う話です。上司に対して敬意を払い、あなたの下で成長したいという意思をはっきりと伝える。これによって相手の心理的な壁を取り払い、味方になってもらうための極めて効果的なコミュニケーションとなるのです。次に2つ目のポイント、沈黙で信頼を築く情報戦についてです。社内の地盤を固めたら、その次は社内外に広がるネットワークの構築へと移ります。ここで鍵を握るのが情報のコントロール、そして沈黙が持つ静かな力です。ここで非常に重要な概念となるのがシンジケートです。これは骨董商の世界で使われる言葉で、つまり絶対的な信頼関係で結ばれた強固な人脈ネットワークのことを指します。鑑定士の中島誠之助氏によれば、この目には見えないネットワークを地味に育てることこそがプロの真の仕事、いわば裏の仕事だとされています。そしてこれは現代のビジネスの世界においても全く同じことが言えるのです。ではどうすればその信頼されるプロになれるのでしょうか。このアマチュアとプロの違いを見てみましょう。アマチュアは他人の噂話に夢中になり、情報を非常に軽々しく扱います。感情に任せて人を遠ざけてしまう。その一方でプロはどうか、口間固く沈黙を守ります。他人の秘密には決して踏み込まず、たとえ苦手だと感じる相手であっても自分から積極的に声をかける。いろいろな要素がありますが、信頼を勝ち得るための絶対条件は何かと問われれば、それはこの口が固いこと、ただ一点につきます。常に相手を称えて同時に自分を売る。この中島誠之助氏の言葉は品位あるビジネスの核心を実に見事についています。つまり常に相手への敬意と評価を言葉や態度で示し、それを大前提としてその上で初めて自分の価値を去るべき形で提示する。この絶妙なバランス感覚こそが揺るぎないプロフェッショナルの基盤を築き上げるのです。さて最後の3つ目のポイントです。自分を客観視する訓練法について見ていきましょう。社内と社外両方で信頼を築き上げた上で最後に磨き上げるべき究極のスキル、それが自分自身の判断力、つまり見聞きの力です。ではどうすれば自分自身を客観的に見ることができるのでしょうか。尾藤克之氏は驚くほどシンプルでありながら極めて強力な方法を一つ提示しています。それが一番簡単な練習法は自分をビデオで撮ることです。これは私たちが無意識のうちに抱いてしまっている主観的な思い込み、いわば色眼鏡から抜け出して他者の目から見た本当の自分を直視するための最も効果的な手段と言えるでしょう。この訓練は非常にシンプルな3つのステップで実行できます。まずステップ1は撮影する。
ご自身のスピーチや商談をスマートフォンのビデオ機能で全く構いませんので録画します。次にステップ2、見返す。ここで重要なのは一切の言い訳をせず、まるで他人の映像を見ているかのように冷徹な視点で自分の言葉遣い、態度、表情を分析することです。そして最後のステップ3が修正する。客観的に見て明らかになった改善点を一つ特定し、次回の実践に生かす。この撮影、分析、修正というサイクルを地道に繰り返すことこそが、あなたの見聞きの精度を飛躍的に高める唯一の方法なのです。それでは今回の解説の要点をまとめていきましょう。プロとして信頼を築くためには3つの揺るぎない柱がありました。まず第一に、徹底したお膳立てによって内部の地盤を盤石に固めること。第2に、沈黙を武器に情報戦を制し、外部に強固なネットワークを築くこと。そして第3に、ビデオ撮影のような冷徹な自己分析を繰り返し、自分自身の見聞きを磨き続けること。この3つの技術が不可欠です。ここから導き出される最も重要な結論は何か。それは、信頼というのはもはや運や人柄といった曖昧なものではないということです。信頼とは戦略的なコミュニケーションと徹底した自己客観視によって意図的に仕組みとして構築できるもの。つまり、あなたのキャリアにおける最も価値ある資産なのです。では、明日からすぐにできる最初の一歩をご提案します。これは非常に簡単なことです。今週あなたが参加した会議でのご自身の発言をたった一つで結構です。第三者の視点で冷静に振り返ってみてください。あの言葉選びは相手にどう響いただろうか。あの時の私の態度は周りからどう見えただろうかと自問自答してみる。これこそが自分を変える自己客観視の確かな第一歩となります。さて、次回の第3話でいよいよこのシリーズも最終回です。テーマは一流であり続けるための防衛術、偽物と罠を見抜く知恵。あなたがここまでで苦労して築き上げた信頼をいかにして守り抜くのか、そのための具体的な方法論についてさらに深く掘り下げていきます。シリーズ全3話を通してプロフェッショナルとしての学びをさらに深めたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。今後もこのような本の要約解説を通じてあなたのビジネススキルを短時間で飛躍させる実践的な知識をお届けしていきます。